ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。大阪の上本町、難波、鶴橋、阿部野橋や京都、名古屋を拠点に JR を除いた日本の鉄道会社で最長の路線網を持つ近鉄電車。近鉄電車では大阪、名古屋、京都、奈良をはじめとして各都市圏などにおける通勤通学生活路線の役割以外に多数の特急電車を運行し長距離輸送の一角も担っています。特に名古屋、大阪難波間を結ぶ系統の特急と大阪、名古屋、京都の3方面から伊勢志摩を結ぶ系統の特急は近鉄電車にとって主力の特急街道となっています。そんな近鉄特急で使われる電車ですが、実は最新の火の鳥に至るまで全て普通鋼製。現在はアルミやステンレスなどといった軽量な車体が作れて錆びにくい素材の金属で作られた電車が多く、近鉄電車でも一般車はアルミ車体へ移行しています。しかし近鉄特急で用いられる車両はそれらが普及しても一貫して一見全世代的に見える普通鋼製の車体を踏襲しているのです。なぜでしょうか？今回の動画ではその謎について迫っていきます。それでは本編へどうぞ。近鉄特急の概要。近鉄特急は近畿日本鉄道が運行する特急列車の総称および近鉄電車における特急のブランド名です。主に名古屋、大阪難波間を結ぶ名阪特急、大阪難波、大阪上本町、伊勢志摩方面を結ぶ阪伊特急、名古屋、伊勢志摩方面を結ぶ名伊特急、京都、伊勢志摩方面を結ぶ京伊特急、大阪阿部野橋、吉野間を結ぶ吉野特急、京都、橿原神宮前間を結ぶ京橿特急、京都、奈良間を結ぶ京奈特急、大阪難波、奈良間を結ぶ阪奈特急のレパートリーを基本としています。その中で名阪特急、阪伊特急、名伊特急については速達タイプと停車タイプの2種類が存在し、速達タイプは小宇特急、停車タイプは乙特急と称されます。また観光特急電車を用いて運転している島風、青荷吉、青のシンフォニーの3つの特急については独立した停車駅パターン、車両運用となっていますが、島風は阪伊、名伊、京伊特急の運行区間、青荷吉は京奈、阪奈特急の運行区間、青のシンフォニーは吉野特急の運転区間に沿っています。緊急で島風を火の鳥が代走したなどの事例はありますが、これらは専用の観光電車が専属でつくことになっており、それ以外にも火の鳥、アーバンライナー、伊勢志摩ライナー、桜ライナー、ビスタカーなど愛称付き特急電車は代替専用の運用にて走っています。これ以外の汎用型特急車両についてはほぼ全て共通運用で、厳密には形式や所属基地などで差異こそはあるのですが、近鉄電車では通勤電車がそうであるように、特急電車でも汎用型は車両の新旧など一切問わず全て混用され、柔軟な運行体制と高頻度運転を実現しています。そんな近鉄特急は代々話題性のある車両を導入し続け、特に鉄道友の会ブルーリボン賞については2023年までの段階で近鉄が過去最多となる9回を受賞。第1回賞を受賞した経緯もある小田急ロマンスカーと、この近鉄特急がブルーリボン賞の常連みたいな感じにもなっており、それくらい魅力的な特急電車を常に送り出しています。近年でも火の鳥、島風、青のシンフォニー、青荷吉などたくさんの話題性のある特急電車を送り込んできました。塗装パターンは基本的に黄色と白を組み合わせたもので、アクセントとしてゴールドが入るものとなっています。ちなみにかつてはオレンジと紺の組み合わせが基本。この他にもアーバンライナーや桜ライナー、伊勢志摩ライナー、島風、火の鳥など一部の車両は専用の塗装パターンが用意されています。近鉄特急電車の特徴。ここではそんな近鉄特急で使われる電車たちの特徴を紹介します。近鉄特急で使われる電車の主な特徴として、高速で峠越えをするために確保された強力な車両性能があります。
峠越え区間を抱えていない南大阪線系統の特急電車は比較的平凡としたスペックの電車とされていることが多いですが、それ以外の特急電車は特に強力な性能が目立ちます。しかも私鉄では京成スカイライナーの160キロ運転に次ぐ130キロ運転を一部区間列車で実施していることも特徴で、それ以外でも120キロまでは普通に出しています。なので峠を上り下りしながら高速運転をするというとんでもない高速性能が求められることも近鉄特急電車の特徴ということができるのです。例えば1966年に登場した18200系については、当時国内在来線最強クラスで新幹線0系のモーターにも匹敵するとされた1時間定格出力 180kW を誇る強力モーターを採用。21000系アーバンライナーや22000系 ACE など1時間定格出力 140kW 以下の比較的出力の小さなモーターを採用し、それを全車の全車軸に搭載する全電動車構成とする電車も、メンテナンスや製造費用の削減だけでなく、特急電車では静粛性を確保するという意味でも全電動車という事例はなかなかないものです。ちなみに21020系アーバンライナーネクストについては、試運転の際にパワーがありすぎて空転してしまって、結果坂が登れなくてその調整に苦労した噂があるとか、さらに峠越え区間を抱えているということで、ブレーキは通常の摩擦ブレーキだけではありません。駆動用モーターを発電機代わりに使って抵抗力を生み出す電気ブレーキも代々搭載していることが特徴です。その電気ブレーキについても特徴があり、電気ブレーキをかけた際に発生した電気エネルギーについて車載の抵抗器で熱エネルギーに変えて捨てているのですが、近鉄特急ではその車載の抵抗器について確実に電気ブレーキを作動させるため一般的な電動ファンによる送風で冷却風を取り込んで冷却する方式は採用していません。代わりに近鉄特急電車では自然通風冷却式としているのですが、単純にそうしただけでは十分な性能を得られないため、保安度向上のためにもかなり大容量のものとなっています。なので古い世代の近鉄特急電車を見ていると、一部車両の床下が抵抗器でずらっと並んでいる光景を目にできると思います。なお22000系 ACE 以降に登場した世代の新形式特急電車は、電気ブレーキ作動時に発生した電気エネルギーについて架線に返すことが可能な電力回生ブレーキを搭載しています。しかし電力回生ブレーキは架線の状況などによって作動しない可能性が高い電気ブレーキでもあり、保安度という観点ではかなり優先順位の低いブレーキです。ですので近鉄電車では引き続き発電ブレーキも搭載し、回生ブレーキが効かなくなった際には発電ブレーキを使うため、小さくなりましたが引き続き抵抗器も搭載しています。なお発電ブレーキも引き続き搭載しているのは、近鉄電車では特急電車だけでなく一般電車も同様です。そして近鉄特急電車に言えるもう一つの特徴として、今回の主題ともなる車体の材質が挙げられます。近鉄特急電車の車体材質は、全金属製車体になってから一貫して昔ながらの普通鋼製の車体を採用しているのです。ところでかつてはどの鉄道事業者のどの鉄道車両でも普通鋼製の車体を採用する車両がメインでしたが、現在は一般の電車に限るとかなり事例が少なくなっています。大手私鉄の通勤電車というくくりで見てみると、2010年に1編成だけ製造された阪神5550系が最後。これを除くと2000年代初頭までには採用されなくなっており、それは JR の通勤電車を含んでもおおむね同様となっているのが現実です。それは特急電車や新幹線電車においてもおおむね同様であり、大手私鉄の電車で現在も普通鋼製の車体を採用する事例は、近鉄特急以外では名鉄2200系程度ではないのかと思います。では、なぜ普通鋼製の車体は採用されなくなっているのか。それは普通鋼製の車体では錆が発生するのに対して、アルミやステンレスの車体では錆がほぼ発生しないためです。それによって塗装工程の省略が可能となっており、メンテナンスの手間を省くことが可能となっています。
さらに一般的にアルミやステンレスで車体を作る方が錆び代を残さなくていい分軽量に作ることが可能であり、研究を進めればより軽量な車体だって作ることが可能です。特にアルミ車体では車体を軽く作ることが可能で、日本の新幹線電車をはじめ現代の多くの高速鉄道車両はアルミ材を使って作られた車体であることが基本です。このメリットを活用して塗装を省略した金属地肌のアルミやステンレスの車体を持つ電車が普及しました。また比較的造形の自由度が高いアルミ車体においては、特急電車や新幹線といった複雑な造形が求められる車両にも普及し、塗装するのに比較的大掛かりな下地処理が求められ、もはやデザイン面以外では塗装するメリットが少ないステンレスでもあえて塗装する事例がないわけではないのですが、塗装の食いつきが比較的良いアルミ車体においては、新幹線を中心に機能性も含めてデザインの都合などによって塗装車体とすることも容易となっています。実際に近鉄電車においても一般電車については1968年にアルミ、1979年にステンレス車体の電車を試験導入し、1986年導入の3200系以降の電車でアルミ車体を本格採用。なのにもかかわらず近鉄の特急電車においては最新の火の鳥8万系に至るまで全車普通構成車体なのです。これは一体どういうことなのでしょうか。なぜ近鉄特急電車は今も昔ながらの普通構成車体？アルミやステンレスの車体を採用する電車が増え、素材価格が高いそれらを使った車体だったとしても、もはや普通構成の車体を電車で採用するメリットは少ない現在。低コストで作れる広報の確率などもある状況の中、どうして近鉄の特急電車は今でも普通構成の車体なのでしょうか。これについては主に2つの理由があります。まず1つ目は車内の幅を最大限確保しながらデザイン性を持った車両を実現すること。これは近鉄線内の車両限界が主に関係しており、 JR などの特急電車では 2900mm から 2950mm 程度に対して、近鉄の特急電車は 2800mm が限界となっている点。ライバルとなる JR 西日本の特急電車について、最新の車両の場合あまり寸法が公表されていないので、遠く離れた関東の JR 東日本の特急電車で比較しますが、主に常磐線の日立、常盤で走る E657 系の場合、その車体幅は 2946mm という基準寸法になっています。車体傾斜をするために狭い幅の車両と比較しても、中央線のあずさ、海事で走る E353 系の場合 2920mm、紀ノ国線方面の特急黒潮で走っているオーシャンアロー型の JR 西日本283系でも 2850mm という車体幅が基準となっているのです。それに対して近鉄特急電車では 2800mm が最大であり、アーバンライナーネクストの21020系では 2800mm、8万系火の鳥では 2790mm という車体幅。一方でアルミを車体に用いると軽量に作れる反面、素材の特性上どうしても厚肉となってしまう関係で、車内空間が狭くなってしまうデメリットがあります。かといってステンレスを車体素材に採用しようとすると、硬い素材であることからデザイン的な自由度が少なくなり、一見全世代的な普通鋼が最適な素材ということになるのです。余談ですが、全世代的な普通鋼製と言いつつも、実際には一口に普通鋼でも素材の解析などが進んでおり、今は車と同じように高張力鋼の採用が進んでいると思われます。また有限要素法による強度計算法なども進歩しており、これらの理由から一口に普通鋼製車体といっても、車体が重く全世代的と言い切れないことは覚えるべきです。ここまで車内空間の確保と強度の両立という点で、普通鋼製の車体が実は望ましいという点が一つ目の理由となることをお話ししました。しかしこの一つ目の理由ももちろん重要ですが、もっと重要な二つ目の理由が存在します。そ
それは特急電車の寿命を50年程度としている近鉄において、時代のニーズに合わせて改造を比較的容易にすることです。つまり近鉄特急電車が普通構成である理由には、製造時から魔改造を前提にしているということも関係するのです。一般にステンレスやアルミといった素材は錆が発生しにくくて塗装も不要でメンテナンス費用がかからず、さらに軽量な車体と仕上げられることが特徴です。実際にはアルミ車を無塗装で運用するためには日頃の洗車をきちんとまめにしなければならないなど、意外と運用上のハードルが高いことも事実ですが、錆びにくいということは車体の補修に手間がかからなくなり、維持費の低減が可能なことから近年ではよく用いられています。一方でこれらは素材価格が高いという欠点以外にもう一つ致命的な欠点が存在するのです。その致命的な欠点とは、加工性や修復性が極めて悪いということ。ステンレスの場合は素材自体の硬度が高く、曲線的に作ることが難しいことが第一の欠点としてあり、ここから特急型電車や新幹線で採用されにくい理由となります。実際には JR 北海道や JR 東海、JR 四国の車両、そしてディーゼルエンジン駆動の特急型機動車や JR 九州の783系ハイパーサルーンや883系ソニック、それに南海電車12000系サザンプレミアムなど、ステンレス製の特急用車両が完全にないというわけではございません。しかしそういった車両をはじめ多くのステンレス車では、加工性の問題から先頭部に普通工を採用することも多く、JR 東日本など FRP 製の覆いをかぶせる事例も多いです。またアルミ車体の場合はデザイン性には優れており、さらに最近レーザー溶接が実用化されるまで連続溶接ができず、スポット溶接接合がメインであるステンレスとは異なり、普通工と同じく連続溶接が可能な素材となっており、曲線的で機密性の高い新幹線の車体を作ることも容易です。しかしアルミ車体の場合は押し出し成形が多いことなどから、大きな加工をしようと思ったら強度が足らなくなる問題もあります。実際アルミでできた車体を持つ小田急5万型 VSE は、劣化したアルミ車体の修復性に熟練の技能を要するとして一旦リニューアルも検討されて履いたものの、結局は製造後わずか20年にも満たない活躍で大人気だったのにもかかわらず2023年に完全引退してしまいました。こちらは不要となったバーカウンター部分など不要となったスペースに座席を設置して客室化しようとした際、窓を新規に追設することになることが見込まれるのですが、アルミ車体では車体に大きな穴を開けてしまうと、それが原因による強度低下の可能性も否定できないため、結局車体を完全に作り変えるしかなくなるでしょう。そういった素材特性上の問題という事柄については、近鉄が50年と定めた寿命いっぱいまで使い続ける上で、アルミ車体を特急車に採用できない背景と言えると思います。一方で普通構成車体であればそういった加工が容易で、車における板金や外までも多数健在であることと同様、補修や改造などは比較的容易であると言えます。これは踏切事故などの発生時においても言えることで、普通構成車体の電車では比較的修復が容易である一方、アルミやステンレスではそれが困難というのが一般的です。ただ実際には大枠がいったら車体問わず基本はアウトで、アルミやステンレスの車体でも大掛かりな修理の上で復活した事例はあります。しかし復旧率は普通工製の方が高いのも事実で、そこからも普通工の方が加工性に優れていると言えると思います。また魔改造といえばこの会社と言えるくらい、かつて魔改造に定評のあった JR 西日本が実施した魔改造もほぼ普通構成車体の車両に対しての施工と言えます。実際に近鉄電車でも魔改造の実績は多数存在し、有名なところではビスタカー3万系のうち中間車の2階部分を栄光神事に丸々作り変えた事例があります。また喫煙コーナー、喫煙室の設置やバリアフリー対応設備などを新たに設置したことによって窓や扉の配置も変わった事例も存在しています。近年は観光特急化改造などでもその事例は生かされており、引退した12200系 NS56 を魔改造して生み出して
人気列車となった19200系青鬼吉はその代表例と言えます。50年使い続けるといっても時代に合った改造を逐一実施し、その改造の際には車両の交代にまで手を加えていることが伺えます。こういった事柄こそ加工のしにくいステンレスやアルミではなく、わざと普通鋼製の車体を採用している近鉄の姿勢が伺えるでしょう。ちなみに特急車ではずっと普通鋼製車体が近鉄電車ですが、一般車両は先ほどもすでに紹介しているのですが、3200系以降でアルミ車体を採用しています。こちらは交代に大掛かりな魔改造をする余地が少なく、特急車のように魔改造でも大胆な手が加わることが想定しにくい上、通勤車では肉圧が多少厚くなってもそれほど問題にならず、アルミ車体による軽量化のメリットの方が大きいためと言えるでしょう。このため踏切事故や野生動物との接触など、車体の破損に対する修復性の容易さを確保する目的はちょっと違うのではないのかと感じております。ただし2024年度に登場する予定の次期新型車両は、現在のデザインだけを見ている限りでは引き続きアルミ車体を採用するように思えます。しかしステンレス車体の採用も視野にあるほか、普通鋼製の車体を採用するかもしれない可能性は十分にあり、今後の通勤車がどう動くかは今のところ未知数と言えるでしょう。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、どうして近鉄の特急電車はアルミやステンレスの車体が今の鉄道車両で主流の中、今もあえて全世代的な普通鋼製の車体を採用しているのかについて、車両限界の観点などから車体の構造的な問題として普通鋼製がそもそも最適であるということ、また近鉄では特急電車の寿命を50年程度としており、その間に時代に合わせたニーズなどに対応する改造も実施するため、交代に大規模な改造を加える可能性もあることから、わざと加工性に優れた普通鋼製の車体を採用し続けていることなので、製造時から魔改造が前提であるということ。副次的に野生動物との衝突や踏切事故の発生に際しても修復が容易になるという結果が得られているが、こちらは通勤車でアルミ車体が採用されていることから違うと思われること。大手の鉄道会社を中心に普通の電車では普通鋼製の車体が採用されなくなりつつあり、2000年代に入ると近鉄特急以外には名鉄特急程度でしか採用例がないことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。